S2000 のメンテをします。黄色 S2000 のメンテです。ですね、この度新年の初走行を行って、前から気になってたリアのブレーキがちょっと強いなっていうことがありまして、ちょっとそのあたりをですね改善しようと思い、セッティングパーツとして持っているリアディスクを小さくすることにしました。これ多分リアのブレーキがきついというか、リアのタイヤが215で細いんで、それが細すぎるゆえにちょっと顕著になってきたのかなと思って、なので今これディスク台形なんで 330mm のディスクなんですけど、これを、純正比率と同じように310にします。フロントが今330なんで、リアも同型の330ならちょっと強くなってしまう傾向なので、フロント330、リア310の純正と同じ比率に変更していこうと思います。まずはキャリパーを外します。これで外れます。はい、キャリパーをフックにかけたんで、パッドを外していきます。まだ結構あるな。まだまだあります。で、今度はこれキャリパーサポートを外します。はい、ネジを緩めたので、とりあえずあと1本外しました。はい、取れました。はい、これが330mm 用のキャリパーサポートです。これを、ディスクに合う310用に変えます。もちろんディスクも交換します。これ純正ブレーキと一緒で、ここに1度目のサラビスが入ってます。これ結構硬いんで、最初にショックドライバーで緩めました。これが2箇所あります。で、ディスクが外れました。ハブのとディスクが当たる面がなんかちょっと錆びてるので、ワイヤーブラシで掃除します。はい、310mm ローターに変えました。ここにもネジは再利用ですけどつきます。で、これとこれが次つけるローディスクで、大きさこれぐらいの差です。これぐらいの差ですけど、効きはかなり変わってくると思います。ちなみにですね、このシルバーは今耐熱塗料を塗りました。元は地肌むき出しのただの鉄です。こんな感じで、次はキャリパーサポートを取り付けます。はい、キャリパーサポートを組み替えていきます。この状態、スライド、この状態です。最初はスライドピンも何もありません。これをついてた、純正でもいい、純正のキャリパーサポートでもいいんですけど、この辺りのものを取り外して移設します。スライドピンも移設します。さあ、スライドピンとなんていうリテーナーっていうかな、それの組み込みが終わりました。移設ですね。汚れた。元のやつから外しました。移設です。で、これを今度取り付けていきます。車両側に取り付けていきます。キャリパーサポートがつきました。これでリアがちょっと小さくなりますね。あとはブレーキパッドをちょっとノーマルに戻して
前後ともブレーキパッドをノーマルに戻していろいろやってみたいと思います。元通りになりました。ブレーキパッドは純正です。これでちょっとどうなるかいろいろやっていこうと思います。反対側も交換終了しました。330はまたセッティングパーツとしてリアブレーキかリアタイヤが太くなった時とかはあっちがいいような気もするし、まあ使い方次第かな。ブレーキパッドをちょっと変えたりしてリアの引き落としながらっていうのも手かもしれません。310って小さくなったといえども純正が282、280ぐらいなので30ミリほど大きいです。ハブへの熱害もまだ、軽減できるかなと思います。ホイールの隙間がでかくなった。ちょっと寂しいな。ホイールパツパツなのは330ミリです。ちなみにですね、フロントはこんな感じです。330ミリです。フロントもブレーキパッドをノーマル純正に戻していきます。はい、純正ブレーキパッドに交換しました。前後のバランスがどうなったかをチェックしようと思います。はい、新品ブレーキディスクローターがつきましたので、これでちょっと鳴らしをします。ブレーキディスクの当たり付けをしています。ブレーキパッドも、純正品 S2000 の純正品に戻したのでパッドも当たり付けです。ブラブラドライブしていきます。10キロほど走りました。ブレーキのタッチがふにゃーっとして全然スーって踏んでも止まらない感じだったのが制動力が出る、ブレーキ踏んだらクッと止まるようになってきました。ちゃんと初期から止まり始めました。多分前のパッドのサーキット行った時のパッドの皮膜ができていたのがだいぶそれが削られて純正パッドの皮膜になってきてるんだと思います。皮膜というかまだ皮膜は張ってないでしょうね。なので少しずつ変化してきています。はい、10キロちょっと走ってフロントそんな変わってないな。リアはこんな感じでもうというかまだかこんな感じになってきました。反対はまだこんな感じです。リアの左側はこんな感じです。まだフロントの制動力に余裕があるというか、まだ止まるのにな、ロックせずに止まるのになっていうところでカカカカカって ABS が入ってしまう気がします。ただそこをもう少しよくできないかなと思いリアブレーキを小さくしました。20キロほど走りましたね。20キロ走ったけど田舎道なんであんまりブレーキ踏んでないので、もう少し走ってからチェックしてみようと思います。リアディスクローターを変えて30キロほど走りました。やっぱり田舎道なんでブレーキそんな踏んでないんで、このままもう少し走ってみてからチェックしようと思います。やっぱりこのカップタイヤですね、ディレッツァー G3 カップ2024年モデルは街取りも硬い。2023年モデルの方が柔らかかったですね。当たりが硬いな。サーキットで速く走るためというか、走ることがスポーツ走行するレースをすることを目的としたタイヤなので、硬い柔らかいじゃないと思うので、それは仕方ないと思います。でも2023の方が良かった。普通に履くには良かったと思います。到
着。ブレーキきれくなった。どうしました？いやディスクローター変えてきたんで、ちゃんと当たってる。これは明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。竹内さんはいつもニコニコ。竹内さんは出張で。オートサロン。いや、富士スピードで。すごい。なるほど。いや久しぶりに来たな。購入後の無料点検。先月で。切れました。切れました。おかしいな。先月までだったらエンジンオーバーホール無料だったのにね。惜しかったです。惜しかったですね。無料やったんや。いやあれから乗ってへんから。全然乗ってへんから。今日ここ乗ってきたの初めて。はいはい。古巣を愛する男。はい。古巣を愛する男ですね。これ今動画ですけど。なんか昭和のおじいちゃんみたいなことやってましたね。さすが落ち武者だけありますね。さあ今から秘密の打ち合わせをしましょう。いや秘密の打ち合わせもうたまりませんよね。もうここ来るたびに車買わされるね。前上げありがとうございます。いやもう怖いわ。もう竹内さん助けて。じゃあまた来ますんで、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。作ってそうそれ必要。納車式必要。ありがとうございました。さあアクアさんでちょっと時間を潰してまたいろんな話をさせてもらって楽しい時間が過ぎました。そしてまた車を買わされました。またその車はこうご期待で。でも見せるほどの車じゃないからね。まあそれはいいかな。とりあえずブレーキのあたりもまあまあ綺麗についたんで安全運転で帰ります。はい、倉庫に戻ってきました。はい、ブレーキディスクローターも綺麗な感じで当たりがつきました。こんな感じでとりあえずブレーキの話は終わりです。